こんにちは、ニューヨークファンクフィジョンの高尾です。本日は2020年4月11日です。今日は2つ動画を撮りたいと思います。1つ目、今大変だと思う医療従事者にマスクのドネーション。2つ目、歩くときや走るときのソーシャルディスタンスの取り方についてです。1つ目、もう本当に今コロナの状況がですね、ニューヨークはもうほとんどシャットダウン、特にマンハッタンですけども完全にシャットダウンしているような状況なんですけれども、私の知人友人なんかでも明らかにコロナの症状にかかってたりとかする方も何人か出てきました。実際医療機関に行ってポジティブっていう検査をされた方も、また自宅で、医療機関に連絡しても自宅療養してくださいというので、自宅で、1週間ぐらい療養して良くなったっていう人も含めてですね、結構、コロナに感染したんだろうなっていう方が、増えてきましたね。幸いなことに私の直接の知り合いで命を落とした方はいないんですけども、やはり知り合いの知り合いとか知り合いのご家族とかで、命を落とした方っていうのもやっぱり何人か聞くようになってきました。で、本当医療従事者の方ですね、今本当物資不足の中、人材不足の中も毎日、大変な思いをして対応されていると思うんですけれども、たまたまファンクフィジョンに N95 のマスクが1箱だけ残ってたんです。もともとそのマスクもですね、患者さんがファンクフィジョンのためにということでドネーションしていただいたんですけれども、今ファンクフィジョンで使うことはないので、それをですね、私の知人である感染症の専門のお医者さんがニュージャージー、ニューヨークの横の州なんですけども、そこで働かれててですね、本当に今物資不足でですね、そのマスクも N95 のマスクも1週間使い回さないといけないとか、そういう状況らしいです。なのでドネーションさせていただこうと思います。あとはですね、本当に私も以前、コロンビアメディカルセンター、モンテフィアメディカルセンターで働いてたんですけれども、その時の同僚とかともちょっと連絡を取るんですけれども、本当に頭が下がるという感じですね。毎日今までと同じように仕事に行って普通に患者さん対応したりとか、もちろん ICU なんかに入ったりもしますし、そういう対応をしてですね、もう平常心を保ってやっている感じでですね、本当頭が下がります。ね、私にできることっていうのは本当に少ないと思うんですけれども、できるだけお家にいてソーシャルディスタンスをちゃんと保って、手洗いとかちゃんと守ってですね、その今進められていること項目があると思うんですけれども、それをちゃんと保ってですね、自分がまずかからない、そしてですね、人にうつさないということを心がけていこうかなと思います。それが一つ。二つ目なんですけれども、今日本でも、ドロップレット飛沫感染の怖さでソーシャルディスタンスを保とうっていうのが言われていると思うんですけれども、それについて面白いちょっとスタディがですね、これが出てきたので、ちょっとご紹介したいかなと思います。ですね、まだこれはプリリトゥンなので、多分正式にどっかの、雑誌とかに掲載されているわけではないと思うんですけれども、コロンビア大学のフィジカルセラピープログラムで、一緒だったクリスからですね、ちょっとシェアしてもらってですね、クリスはUS オリンピックチームのトラック&フィールドのサポートもしているスポーツにすごい特化したセラピストなんですけど、このアーティクル、Facebook なんかで拡散しててですね、ちょっと私も面白いなと思ったので、紹介したいなと思いました。このスタディなんですけれども、オランダとベルギーの科学者ですねがエアロダイナミクスとかウィンドエンジニアなんかを研究しているグループだと思うんですけれども、飛沫が歩いたりとか走ったりとか、また風によってどういう影響を受けるのかということを研究して発表してるんですね。で、ソーシャルディスタンス 1.8 メートルから2メートルぐらいが進められていると思うんですけれども、それはあくまでも止まった状態、風がない状態っていうことですね。なんで、例えば歩いていたりとか走ってたりとかするときにはもうちょっとディスタンスを取らないといけないよっていう研究内容です。で、まず歩いてるときとか走ってるとき、物が動いてるとき、なんか自動車のレースとか自転車のレースなんかでスリップストリームっていう言葉を聞いたことあると思うんですけれども、物が動いたとき、その後ろの、空気圧ですかは低くなるんですね。その結果、後ろにいる人または物体っていうのは空気抵抗が少なくなるわけです。なので例えば F1 とかバイクのレースとかでも後ろにやっぱりぴったしついてて、空気抵抗を減らして、パッと出て抜き去るみたいなことをやると思うんですけども、そのスリップストリームに入った時にはやっぱり飛沫もどんどん飛びやすくなる。もちろんそうですよね。考えると普通のことなんですけれども、これちゃんとした研究データが出てきたので、ちょっと紹介したいなと思って、皆さんね、この週末とか例えばランニング行ったりとかウォーキング行ったりとか、またはねちょっとね自転車でとかいう方いると思うんですけれども、少し気をつけてもらえればなと思います。この、スタディが言ってることは、3つほどあります。まず横に並んでいる場合は特に問題ないと。
風の影響が特にない限りは普通に横に並んで歩いたりとか走ってる人っていうのは飛沫が後ろに飛んでいくので、特にそこですごく飛沫の影響を受けることはないと。そして、ダイアグナル、こう斜めに例えばこう歩いててこう斜めに歩いてたりとか走ってる場合も全部飛沫っていうのは後ろに飛んでいくので、特に問題ないと。ただ真後ろですね、こう歩いてて、走ってたりとかでもですけど、真後ろに入った時はちょっと気をつけないといけない。で、具体的なナンバーを出してくれてます。で、真後ろに、ワンラインで歩いたりとか走ったりとかする時にですけど、歩く、例えば時速4キロで歩いた時には4メートルから5メートルその飛沫が飛ぶというこの研究データになってるんで、このスタディをもとにすると真後ろを歩いた時っていうのは4メートルから5メートル間隔は取りましょうということになってます。で、走った時はだいたい時速14.4キロで走った時は10メートルは取らないと飛沫っていうのは飛んできますよということです。で、さらに速い、例えば自転車とかもう走ってバーって走る時とかはもう20メートルぐらい取らないと飛沫を自分の方にかかってくる可能性があるという、そうしたエアロダイナミクスの勉強です。なので、例えば歩いて人を抜かそうと思った時には、後ろにずっとついていくんじゃなくて、初めからこの斜めに入って抜いていこうとか、ね、自転車とかでバーって走ってて真後ろつくんじゃなくて、自転車の場合ももう20メートルぐらい手前から横に入って抜いていこうとかいう形を取ると、この飛沫が自分の身にかかってくる危険性はないんじゃないかと。もちろんその前の人が必ず感染しているとは限らないですけれども、念にを念を入れてそういったソーシャルディスタンスを保ちましょうという、スタディの結果です。もちろん風の影響とかもあるんで、風下に入るっていうのもちょっと気をつけないといけないと思います。誰かと話しててね、横で話してて風がこっちからバンバン吹いてて、誰かここにいて、いや2メートル取ってるよね、でも風がこっちからバン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 自分風下だよねっつったら、その飛沫がどんどん飛んできて自分がかかっている可能性はあるので、風の影響なんかも考慮するのが大切になってくるのかなと思います。お家にいよう、ソーシャルディスタンスをしっかり取ろうっていうのが今呼びかけられてますけれども、このソーシャルディスタンスもあくまでも風がない状況か、そして動いてない状況下っていうので1.8メートルから2メートルなんで、動いてるときはちょっと考慮するとまた感染のリスクが減るかと思います。2020年4月11日ニューヨークファンクフィジオからでした。